入ってくれ。入ったー。オッケー。どうも、ベトナム在住のうきです。今日もね、この株のリア周りやっていきたいと思います。前回ね、スプロケットですよね。これのサイズがね、違ってて、途中で作業やめたんで、こいつはね、ちゃんとしたサイズのを買ってきました。ついでにね、前見つからなかった、カモメ株用の、ハンドルスイッチの部品ですね。これも違う店に行ったらあったんでね、これもまあ今後のために買っておきました。それともう一つですよ。前回ね、ベアリングが破壊されてるって騒いだんですけども、こいつですね、これなんて言うんでしたっけ、ベアリングの玉を保持する金属、これがね、もう取れかけてるんですよ。映ってんのかな。こいつですね。よいしょと。そしてもう一個の問題、ブレーキがね、かなり踏み込まなきゃかからなかった件、これに関してはね、ブレーキ数がかなり減ってるんで、こっちの上限はいけてんじゃないのかな。念のため見ようかな。111ミリでしたよね。110ミリ、まだ1ミリありますからね。こいつはいけるでしょう。なんでベアリングがこんな奥に入ってんのか。こっちは大丈夫なのかな。まあそれはちょっと後で確認するとして、まずね、ブレーキシュー変えていきます。ガタはないんで注油だけでいけそうですね。大丈夫ですね。ちょっと掃除してきます。掃除完了です。グリースアップをするんだけど、一つまた確認するの忘れてましたね。これね、こいつは本物だと思うんですよね。まあ中身一度打ち替えてますが、それ以外ね、全部コピー品なんですよ。で、コピー品の何が問題かというと、マーキングしてないんでね、それぞれがどの位置か分かんなくなっちゃうんですよ。ブレーキシューね、交換ですね。元のと比べるとやっぱり随分減ってますよね。で、せっかく手を洗ってきたけど、こいつもグリス塗んなきゃいけないんだよね。
もう一回手洗っていきます。さあこれで入って、そうですね、ちょっと動かすだけでブレーキが効いてくれます。これで OK。 ここの周りも OK だが、ベアリング確認だな。ちなみにね、これ実はタイヤ交換も頼まれてるんですけど、今回はねまだタイヤ変えずに組んじゃいます。タイヤまだ買ってもないですしね。ベアリング、こっちはいけてんじゃないのかな。グリスアップだけにしよう。あんまりねベアリング抜いたりまた入れたりしたくないんですよ。この穴がどんどん傷んでいくんでね。使えるうちは使っちゃいましょう。交換するのはこっちだけですね。でちょっと事前に作業をこれね、昨日から実はもう冷蔵庫に、冷凍庫だ、入れておいたんですけども、ここのベアリングってね、片方だけシールを外してるんですよね。純正もそうなってるし、ベトナムの整備のお店もそうしてると。だからね、ちょっと外して追加でグリース入れときます。さあじゃあこいつはねベアリングプーラーで抜いていきます。さて案外硬いのね。よし、いけた。これ反対側にもシールが残ってた。結局これはつけるのが正解なのかつけないのが正解なのか、どっちなんでしょうね。熱いよな。熱い。もしね入らなかった時というか、今回はもしじゃないんだろうな、入らないんだろうな。その時のためのね、この準備しとかないと、叩いて入れれるようにね。こいつを準備して、熱いだろうけどもう一回温める。もう一回3分じゃ長いのかな。まあでも熱しちゃおう。ベアリングね、取ってきました。入ってくれ。入った。オッケー。これね、冷めるのに案外時間かかるんで、こちらコーヒーでね休憩です。
まあ今回ねなかなかいい感じで入ったんじゃないのかな。じゃあ再開しましょうね。そうですよ。ここについてたゴムがねちょっとガタガタになってたんで新しいのに変えるんですが、前回というかね以前よくこれを使ってたんですよね。耐性になるのかな。ただね何回か使ってて思ったのがすぐにガタが出ちゃうんですよ、ここに。でベトナムって実はねこいつ入れるんですよ。これ何かっていうとね、映るかな、タイヤのねリサイクル品なんですよ。でこれはね硬くていいんですが、実はねここへの攻撃性がすごいんですよね。ガタガタが出ちゃう。でこれもねガタガタがあるってことは過去に使われてたんですよ。でまあそれも嫌でねさっきのゴムにしたんですが、ちょっとこれをね戻してしまうというか、これの新品を使うことにします。そうそう、このゴム戻すの忘れてた。これで OK ね。あ、グリストシール忘れてた。じゃあ締め込んでね確認です。まだチェーンつけてないんでね回転確認だけ。いいんじゃない？あ、うん、いいね。まだチェーンつけてないけどね、今のところ変なカラカラなんないね。最後にねチェーンとスプロケつけて終わりにします。今回のやつはちゃんと硬い？何？そうやね。ここにバリがあるんだな。ちょっとバリ取りするか。これで入った入ったOK やね。もうチェーンがねちょっと長いんで切ります。2コマですね。前にね奇数だ偶数だって分かりにくいこと説明しちゃったんですけど、要は
こいつですね。チェーンってこれもね含めて偶数になるんですよ。で、これが長さが100で今回98になるのかな。この外側にあるやつね、これに置き換えるんで、この内側にある方ですね、こっちが残る形で、この外側にあるプレートのこっち側ですよね、ここをねカットしていきゃいいんですよ。でチェーンカッター、カメラ近すぎるかな、こいつですね。これでね切っていきます。はい、いけた。ピンがね反対側から抜けます。これでよし、これでちょうど長さなんじゃないね。こうなるわけですよ。さあ、じゃあクリップってやっぱりグリース塗るんですよね。いつも当たり前に塗ってはいるんですが、クリップじゃないや、なんだ、つなぐコマ、グリースを塗ってはめ込みと。で裏表、一応刻印があるのが表かな。でクリップね、クリップは進行方向に切れ目がない、こうだよね。これでパチンと終わりじゃない？カラカラ音はやっぱりフロントでも前よりちっちゃくなったよね。まあとりあえず完成です。完成というか今日の作業は終了。これねチェーンもちゃんと貼ってないし、カバーとかもねつけてないんですけど、なんせねこのタイヤ交換も頼まれててまだ買ってないもんですから、後日ねそこら辺やってからここら辺の調整ねやっていきたいと思います。今日はここまでです。それではまた。